チコン4でプチゲーム開発体験です。第2回目です。この動画は、ゼロからゲームを作り始めるのですが、1本の動画で遊べるゲームを作ってしまう無謀な企画です。プチコン4で簡単にゲームを作れるというのは正しくもあり、間違ってもいます。市販されているようなゲームを作ろうとするのは無理ですし、かといって、昔のファミコンやスーパーファミコンで出ていたようなゲームを作ることはできますがやはり簡単ではない。でも、シンプルなゲームは簡単にできるのは間違いないのです。この動画は、簡単なゲームを1本の動画で完成させようという試みです。1本の動画だから、タイトル画面やゲームオーバー画面なんて、洒落たものはありません。ここでは、とりあえずゲームとして動いて、点数が出たりなどゲームとして成り立っているまでを目指していきます。使う命令群は、簡単な解説を挟みながら進みますが、開発体験なので詳しくは説明しません。また、第2回目なので、1回目で出てきた命令群は、時間の都合でさらに流していきます。もしプチコン触るの初めてだ、という方は、まずは、1回目をご覧いただいた後、この回をご覧ください。より詳しく調べたいなら、プチコン4のホームページからたどれる、リファレンスなども各自で調べてください。今回作るゲームは、スネークゲームです。画面に出てくるアイテムを取ると、自分自身の体が伸びます。次から、次にアイテムが出てきますので、アイテムを取って自分を伸ばしていきます。画面の外に出るか、頭が伸びた自分自身にぶつかったらゲームオーバーです。どこまで自分を伸ばせるかを競います。操作は、ジョイコンのモーションセンサーを使います。携帯モードやジョイコン2つ持ち、プロコンなどで、車のハンドルみたいにして傾けると、それに合わせて左右に動くことにします。さて、どれぐらいで作り上げることができるでしょうか。レッツ、体験。最初は、スプライトを表示して回転させるところから始めます。では、早速、F4 キーでエディットモードにします。まずは、お決まりの ACLS 命令で画面をきれいにします。このシリーズでは、画面の解像度やら、フォントの大きさやらといった難しいことは、基本的にシステムの初期値を使って作っていきます。今回のゲームはスプライトを使います。スプライトを表示する座標は、横が400ドット、縦が240ドットです。スプライトの利用を宣言するのは、SPSET 命令です。これをしないと、スプライトは何もできません。今回も、前回と同様、定義番号351番の赤い車を、スプライト番号0で使ってみましょう。そして、スプライトの場所を決めるのは SPOFS 命令でした。これで、車を表示する場所を決めます。とりあえず、X 座標が200、Y 座標も200の場所に表示してみましょう。今回は、このスプライトを回転させます。回転させるのは SPROT 命令です。角度を指定すると、スプライトをその角度にします。SPROT 命令で指定する角度は、算数で使う1周360度の角度指定です。では、試しに、for next 分で0度から360度に回転させてみましょう。for next 分は、for と next で囲まれた中を、for で指定した変数を、for で指定した開始値から終了値に向かって変化させながら繰り返すというものです。例えば、0から360としておくと、最初0で囲まれた部分を実行して、次に1で囲まれた部分を実行して、というように、この場合は361回繰り返します。では、変数 r を角度にして、0から360まで変化させます。SPROT は、最初に、スプライト番号、次に角度です。NEXT で閉じる前に、画面更新の V シンクを入れておきます。では F5 キーで実行しましょう。くるりと、時計回りに一周回りますが、変な回り方です。なぜでしょうか。スプライトの定義は、スプライトの大きさの他に、原点というものも一緒に定義されています。これは、実は、スマイルツールで見ることができて、351番の画面を見てみると、十字の線の右下に車が表示されています。この十字の線の交わる部分が、原点です。回転は、この原点を中心として回転します。351番の回転は、ここが、原点では都合が悪いです。スマイルツールで探してみると、定義番号2399番に、
車の中心が原点となっている同じ赤い車の定義がありました。では、スマイルツールをエスケープキーで終了し、F4 キーでエディットモードに戻り、先ほどのプログラムを2399番に変更して、再度 F5 キーで実行してみましょう。今度は、きちんとその場で1回転しました。先ほどの回転した方向からもわかるように、プチコンの座標面に対する角度は、数学の時に習った反時計回りではなく、時計回りに回転します。これは、数学でのグラフは、y 方向は上に進むと数値が増えていきますが、プチコンなどのコンピュータの画面は、主に下に進むと数値が増えていきます。x 座標の方向は同じで、y 方向のみが逆なので、回転角度も数学の時と逆になります。0度は右向きになりますので、車のスプライトも角度に合わせるため、右向きのスプライトである定義番号2400番の赤い車を使うことにします。F4 キーでエディットモードにして、忘れないように2400番に変えておきましょう。実行すると、指定した角度に向いた状態で車が回転するようになりました。では、次に、ジョイコンで車を動かしてみましょう。どうやって動かすのかを考えます。今回の動かし方は、2つのステップがあります。1つは、ジョイコンの傾き角を利用して、車を回転させ、車の向きを変えることです。次のステップは、車が向いている方向に車を進めることです。まず、ジョイコンの入力で車を回転させることを考えます。ジョイコンは、コントローラーを定義する X コントロールスタイル命令で、ジョイコンを使う設定にして、ジャイロシンク命令でセンサーをリセットしつつ、ジャイロ A 命令でジャイロセンサーを読み取るのでした。また、ハンドルのような入力手段だと、ジャイロ A での Z 方向の値を使いました。これらは前回解説しているので、言っていることがよくわからなかったら、第1回のカーレース編をご覧ください。では F4 キーで実装していきます。まず、今までフォアループで回していた角度を変数にします。自分の角度ということで、MR として、とりあえず0で初期化しておきます。次に、フォアネクストをループエンドループに変えて、無限ループにします。そして、SPROT で指定していた変数を R から MR に変えます。では、プログラムの最初に、X コントロールスタイル命令でコントローラー接続状況を定義します。接続台数は1台で、フルスタイルなので、0、モーションセンサー仕様で1、IR センサーは使用しないので0です。では、ループの直前に、ジャイロシンク命令でセンサーをリセットします。ジョイコンの ID として1を指定します。では、単純に Z で得た値を MR に足して様子を見てみましょう。ループ内にジャイロ A 命令を入れます。ジョイコンの ID は1、アウトで変数 X、Y、Z を指定し、Z の入力を利用します。次の行で MR に Z を足します。では実行して動かしてみましょう。入力に対して角度の変化はどうでしょう。まず、ジョイコンとは逆の方向に曲がりますね。そして、曲がる角度ももう少し大きくても良さそうです。F5 キーで停止し、F4 キーでエディットモードに戻ります。回転に与える影響は、符号を逆にすると大丈夫です。さらに、Z を倍にして R に足してみたいと思います。再び F5 キーで実行してみます。だいたい想定の角度だと思います。こんな感じでしょう。回転させるまではできました。では、次に、向いている方向に車を進めます。これは三角関数を使います。図を見てください。角度 MR で決まる車の向きに長さ1の矢印を引きます。オレンジ色の矢印です。これが赤の矢印で示すような X 方向にどれだけ、青の矢印で示すような Y 方向にはどれだけという値を得るのがそれぞれコサイン、サイン関数です。車の座標は X 座標と Y 座標で指定されます。よって、車を移動するときにも、X 座標にどれだけ、Y 座標にどれだけ変化を与えるかを指定する必要があります。角度によって向いた方向から、X 方向と Y 方向の変化量を得るのがコサインとサイン関数です。コサインとサインは、プチコンの関数名は、そのままコサインとサインです。
角度を与えると、それぞれ値を返します。しかし、コサインとサイン関数の角度指定は度で与えることができず、ラジアンという値で与える必要があるため、RAD 関数で変換する必要があります。では、F5 キーで停止し、F4 キーでエディットモードにして実装していきます。まずは、時期の座標を変数にしておきます。自分の座標なので、それぞれ MX と MY にしておき、それぞれ200で初期化しておきます。では、SPOFS 命令をループの中に移動し、座標部分には先ほど定義した変数を指定します。角度 MR を求めた後、その MR を使って MX と MY に加算します。MX には X 方向なので、コサイン、角度は RAD 関数でラジアン角にした MR を与えます。MY には Y 方向なので、サイン、角度も同様に RAD 関数で変換した MR です。では F5 キーで実行していきましょう。うまく進んでいます。いいですね。では、スネークゲームのスネークの部分、車を後ろにつなげる方法です。図のように車は動きます。青い箱が過去に自分がいた位置です。過去の座標と角度をどうにか記録しておいて、その過去にいたところに、もう1台の車を表示し、それぞれを進めれば、追従するように見えます。では、過去の座標をどう記録するかですが、これに配列変数を用います。配列変数とは、わかりやすく言えば、番号がついたコインロッカーのような変数です。番号を指定すれば、その位置のロッカーの変数を取得したり設定したりすることができます。このロッカーの番号は添え字といい、変数で指定することができるので、工夫すればいろいろなことに使えます。図は、例えば、hx という配列変数を16個のサイズで使うことを宣言しておくと、0から15まで番号のついた記憶域が16個用意されます。配列変数も変数ですので、数字や文字を代入することができます。ただ、配列変数は無限ではありませんので、ヘビを無限に長くすることはできません。配列変数を長ければ長くするほど、記憶領域を消費してしまいます。今回は、循環型にして、有限個の配列変数を効率よく扱うことを考えます。配列変数に、どんどん新しい座標を、場所を変えながら書き込んでいきますが、配列変数の最後まで行ったら、書き込む位置を頭に戻してしまいます。最初に書き込んでいた情報はなくなりますが、配列変数の大きさをある程度に制限することができます。画面からはみ出してはダメで、かつ自分に衝突してもダメなら、ある程度の長さまでしか伸ばせないのは想像できます。よって、効率よく配列変数を使うため、このような循環型配列を使うわけです。過去を遡れるのは、配列変数の長さだけです。遡るには、添え字を引いていけば遡ることができます。例えば上の図で、今2を指しているところから5つ遡る必要があったら、2から5引けばいいのですが、負の値になってしまいます。もし、負の値になったら、配列変数の長さを足せば、求めたい5つ前の添え字を求めることができます。これだと、負の値かどうかを判断するため、if 文が必要です。割り算の余りを使うと、if 文が不要になります。下の図で、今13を指しています。ここで5つ遡る必要があったら、13から5を引いて、8、さらに、最初に、配列変数の数を足して、24とします。そして、この数を、配列変数の数で割った余りを求めると、8となります。一見無駄なことをしているようですが、これを、上の図に当てはめると、2から5を引いて、マイナス3に、あらかじめ、配列変数の数を足して、13、13を16で割った余りは13と変わりませんので、負の数かどうかの判断をする必要がなくなるのです。では、F4 キーを押して実装していきます。試しに16個の配列を用意して、動作を記録していきましょう。まず、X 座標の記録を HX、Y 座標の記録を HY、角度を HR として、それぞれを配列変数として使う宣言をします。配列変数の宣言は、dim 文で指定します。dim 文では、添え字部分に配列変数のサイズを指定します。16個と指定するので、指定できる添え字は0から15までです。循環型とするため、
今参照している添え字を IDX という変数にします。初期値は0です。では、座標と角度が決まって、SPOFS と SPROT を実行した後に、配列変数に記録します。HX、HY、HR の各配列変数の IDX の場所に、MX、MY、MR を代入して保存します。そして、IDX を進めますが、IDX が16になった場合は、IDX を0に戻します。では、追従するスプライトを SPSET で宣言します。スプライト番号1番として、スプライト定義番号は同じ2400番を指定します。では、配列変数の現在より16個過去分の情報で表示してみましょう。IDX を進めた直後に過去の場所を計算します。IDX から16引いて、配列変数のサイズを足して、配列変数の数で割った余りを求め、変数iに収納します。実は、今回は、求める位置と現在の IDX は必ず一致するのですが、今後のために、この式は保持しておきます。では、SPOFS で、スプライト番号1番に対して、HX、HY の添え字は、i で指定、SPROT で、スプライト番号1番に対して、HR の添え字は、i で指定して取り出した値をセットして表示してみます。では F5 キーで実行してみましょう。ちょっとの間、画面の左上に表示されたと思ったら、すぐ後ろをついてきました。うまくいっているようです。次に問題になるのは、さて、どれぐらいの長さまで許容するのか、ということです。今回は、蛇の最大長を256スプライト分、としました。よって、配列変数は 256×16 で8192個分の配列変数を用意します。配列変数の個数などは、よく使う数値ですので、プログラムの先頭で、コンスト分で定数として宣言しておきます。定数は、値が変えられない変数のようなものです。こうしておくと、あの数字なんだったっけという覚え方をしなくてよくなったり、後で変更する必要がある場合、コンストの定義内容だけを変更すればよくなります。では、実際に256スプライト分を並べてみましょう。動いていたら F5 キーで停止し、F4 キーでエディットモードにして、編集していきます。まず、コンストで、蛇の最大長を max レングスとして定義します。次に、同じくコンストで、配列変数のサイズをレコードレングスとして定義します。これは max レングスの16倍です。そして、DIM で指定している配列変数のサイズも、レコードレングスに書き換えます。まず、記録をする部分です。16になったら、0に戻す部分を、レコードレングスになったら0に戻すよう書き換えます。そして、後ろに続くスプライトの表示です。先ほど、変数 i で16個前の添え字を取得した直前から、フォア分で変数 n を1から max レングス -1 まで繰り返します。そして、先ほどの式で16個遡るために16を引いていた部分に n をかけます。すると、1個目は添え字が16前、2個目は添え字が32前、3個目は添え字が48前となります。次に、式の他の部分の16は配列の長さだったので、レコードレングスに書き換えます。あとは、SPOFS と SPROT のスプライト番号を N に変更するだけです。これで NEXT で閉じます。肝心なことを忘れていました。256個に伸ばすなら、256個分の SPSET 命令を実施しておく必要があります。最初の SPSET を実行している部分を、またフォア分で囲み、変数 i を0から max レングス -1 まで変化させ、SPSET を256回繰り返します。
これで準備完了です。では F5 キーで実行してみましょう。走り始めると、どんどん、後ろから、新しいスプライトがついてきます。すごい長さです。気になるのは、画面左上にずっとある車です。これは何でしょうか？実は、まだ座標が入っていない配列変数を参照して、その座標通りに表示されているスプライトです。配列変数は、宣言した直後は0で初期化されています。よって、過去の走行状態が書き込まれていない部分を参照したスプライトは、座標0、0に角度0で表示されているのです。256個の長さの蛇が表示されると、消えてなくなります。これで、蛇の胴体ができました。次に、アイテムの表示と取得です。アイテムを取得すると、蛇の長さが長くなります。これを作っていきます。アイテムは同じ赤なので、イチゴにします。画面上に落ちているイチゴを取ると、自分の長さが1個長くなります。プチコン4には、スプライト同士の衝突を簡単に検出できる仕組みが用意されています。よって、アイテムのイチゴもスプライトとして表示することで、このスプライトの衝突判定が利用できます。スプライト同士の衝突判定に使う命令は2つです。最初は、SPCOL 命令です。これは、このスプライトで衝突判定するよ、という宣言をするものです。この SPCOL を実行していなければ、衝突判定で検出されません。また、衝突するお互いのスプライトの両方で SPCOL を実行しておく必要があります。衝突する相手にも SPCOL の実行が必要です。もう一つが、どのスプライトが衝突しているかを検出する SP-HIT-SP 命令です。調べたいスプライトのスプライト番号を与えると、何かにぶつかっている場合は、相手のスプライト番号を返します。どれとも衝突していない場合は、-1を返します。では、まず、これらを使って、頭と胴体の衝突がきちんと検出できるかどうか調べてみましょう。F4 キーでエディットモードにします。まず、SPSET を実施している部分に SPCOL 命令を追加します。引数には、衝突判定させたスプライト番号を指定するだけです。次に、ループの最後に SP-HIT-SP 命令を呼び出して、スプライト番号0である頭のスプライトと、他のスプライトとの衝突判定結果を画面に表示してみようと思います。プリント文で SP-HIT-SP 命令を呼び出した結果をそのまま表示します。引数には、判定するスプライト番号を入れます。今回は、頭の部分の0です。では実行してみましょう。何も衝突していないはずなのに、ずっと1と表示されます。0と、後ろに続くスプライト1が衝突しているとみなされているようです。これは、SPCOL 命令の衝突判定領域が影響しています。SPCOL では、衝突判定領域という領域が定義できます。スプライトのうち、どのあたりが重なると衝突とみなすのかを定義できるのです。SPCOL で何も指定しないと、スプライトの大きさで、目いっぱい広い衝突領域が指定されているので、常に衝突していると判定されたようです。では、衝突判定領域の定義が可能な、こちらの SPCOL 命令を用います。こちらは、衝突判定領域を、スプライト左上を0、0にした時の相対座標と、判定領域の幅と高さで指定すると指示されていますが、実際は、これは、スプライトの基準座標を0、0にした時の相対座標です。よって、例えば、今回の車の判定領域を、周囲から2ドット開けて、オレンジ色の区域にしようと思ったら、視点は、基準座標から、それぞれ、6、-6、幅と高さは、それぞれ12となります。16ドットの周囲を2ドットずつ開けるので、判定領域の幅と高さは12ドット角になります。F4 キーでエディットモードにして、最初に宣言した SPCOL に範囲指定をしてみます。先ほどの解説通り、-6、-6、幅12、高さ12としてみましょう。では F5 キーで実行してみます。通常は問題ないですが、急角度で曲がってみると、後ろの車と衝突していると検出されます。まだ広いようです。F5 キーで止めて、F4 キーでエディットモードにして、今度は周囲を3ドットずつ開けて、-5、-5、幅10、高さ10としてみましょう。では F5 キーで実行してみます。
後ろについてくる車との衝突は検出されなくなりました。また、後ろからついてくる車に衝突してみると、ちゃんと、そのスプライトの番号らしき数字が表示されています。判定はうまくいっているようです。次に、アイテムのイチゴを定義しましょう。アイテムのイチゴは、蛇が伸びやすいように、常に画面上に10個並べておくことにします。1個取ったら、1個新たに出現します。配置は、ランダムに決めるため、重なったりするかもしれませんが、今回は気にしないようにします。アイテムのイチゴのスプライト定義番号は0番でした。スプライト番号は、0から256あたりを、蛇の胴体で使用しますので、今回は、300から309までの10個を使います。これを画面にばらまいておいて、取ったら、また別のところに現れる、というようにして、常に、画面上では、10個のイチゴが表示されておくようにします。また、蛇の長さはスタート時は5、としておきます。アイテムを取るたび、自分が1個ずつ長くなります。では実装してみます。ゲーム開始時の蛇の長さを5とします。この初期値も、コンストでスタートレングスという名前で定義しておきましょう。プログラムの開始位置で、マックスレングス分の SPSET を実施していましたが、これがスタートレングス -1 までで済むことになります。そして、蛇の長さを変数レングスとして、初期値はスタートレングスとなります。ゲームのループ内で、後ろの蛇を表示する部分を、マックスレングスからレングスへ変更します。まずは、これで F5 キーで実行してみます。最初の蛇の長さが5になっています。では、F5 キーで終了して、F4 キーで実装に戻ります。今度は、イチゴをランダムに配置します。コンストで、イチゴのスプライト番号を、アイテム SP スタートに300として定義。アイテムの数を、アイテムカウントに10として定義します。プログラムの最初にアイテムを配置するフォア文を回します。i が0からアイテムカウント -1 までで10回繰り返します。SPSET で、スプライト番号は、アイテム SP スタートに i を加えたもの、スプライト定義番号は0です。次に、SPOFS で場所の指定です。座標はランダムに置くので、乱数は RND 命令で取得します。あまり、画面の端に出ると取りづらいので、画面端から50ドットずつ開けて、中のオレンジ色の領域に表示することにします。イチゴのスプライトは16ドット角なので、実際には最大値が300-16、140-16となります。また、衝突判定をする必要があるので、SPCOL 命令も入れておきます。判定領域は、デフォルトの16ドット角で大丈夫でしょう。では実行してみましょう。画面上に、イチゴが10個並んでいます。イチゴを通り抜けると、そのイチゴのスプライト番号が表示されることが確認できます。では、F5 キーで停止し、F4 キーでエディットモードに移行し、イチゴの取得処理を実装します。SP-HIT-SP 命令を使っているプリント文の部分を SP-HIT-SP の結果を変数 SP に取得するように変更します。そして、if 文で SP がアイテムであるかどうかを判断します。SP がアイテムの範囲内だったら、新しい尻尾を追加します。スプライト番号を NN としますが、これはレングスそのものです。というのも、レングスは長さなので、最後のスプライト番号はレングス -1 でした。これに1個足すので、レングス -1 プラス1で、レングスそのものです。表示すべき座標を取得する場所を i に算出します。これは、表示するときに算出した式と同じです。これで
SPOFS と SPROT を指定して、位置と角度が確定します。そして、レングスを加算します。そして、今取得したイチゴは、もうなくなって、新たに別の場所にイチゴが出現するのですが、これは、イチゴの移動で処理します。衝突相手のイチゴのスプライト番号は SP ですので、この SP のスプライトの座標を再度乱数で指定すればよいのです。これで、取ったイチゴが消えて、新たな場所にイチゴが出現したように見せることができます。私はうっかり忘れていたのですが、新しい尻尾は新しいスプライトなので、SPSET および SPCOL を実行しておかなければならないことです。SPSET で、スプライト番号は NN、スプライト定義番号は2400。SPCOL もプログラム最初に作っているものと同じように、判定領域を-5、5、10、10と定義します。では F5 キーで実行してみます。イチゴを取るたび、尻尾がどんどん伸びていきます。イチゴを取った数をスコアとして表示しましょう。F5 キーで終了して、F4 キーでエディットモードに入ります。まず、初期の点数をスコアという変数で、初期値0にしておきます。そして、先ほどの if 文の中で、スコアを1つ足した後、ロケート文で、テキスト座標の0、0を指定し、プリント文でスコアを表示します。ロケート文とプリント文をこのように使った場合、ダイレクトモードで文字を入力するテキスト面4に描かれます。では、再度 F5 キーで実行します。イチゴを取るたび、尻尾が伸び、点数が入っていきます。最後に、ゲームオーバー処理と、ジャイロのリセット機能の追加です。まずはゲームオーバー処理です。ゲームオーバーは、画面の外にはみ出したときと、頭が胴体にぶつかったときです。ステータスという変数を0で初期化して、ゲームオーバーの時は、この値を1にするようにします。こうしておくことによって、リピート、アンティルなどのループをする条件を指定できる構文を用いることで、ゲーム内のループをスムーズに抜けることができます。これは、ブレーク文で強制的に抜けることもできるのですが、どういった理由で抜けたのかが不明なので、例えばクリアしたのか、ゲームオーバーになったのか、理由がわからず、後の処理で困ります。今回はゲームオーバーだけなので、理由も何もありませんが、とりあえず、この方法で処理します。まずは、画面の外にはみ出した時を判定します。これは、頭が画面の外に出たのを座標で判断すればいいだけです。画面の座標から外れていたら、ステータスを1にします。自分との衝突は、アイテムを処理した後に、それ以外の衝突は胴体しかありませんので、この場合に、ステータスを1にします。では実装していきます。まず、ステータスという変数を用意し、0で初期化します。次に、現在ループエンドループで無限ループになっているところを、リピートアンティルに変え、アンティルでのループ脱出条件を、ステータスが0ではなくなった時とします。これで、ステータスが0ではなくなった時にループを抜けるようになります。次に、画面の外に出たかの判定です。SPOFS スプライトを表示した後に、もし、スプライトの座標が、X 座標が0より小さい、X 座標が399より大きい、Y 座標が0より小さい、Y 座標が239より大きいのいずれかの条件を満たすとき、ステータスを1にします。さらに、スプライトとの衝突判定の if 文の後に、else if として、SP が-1ではないとき、を追加します。SP が-1でない場合は、何かに衝突しているのですが、イチゴの処理は終わっているため、イチゴ以外のものに衝突したことになります。それは、自分の胴体しかありませんので、ステータスを1にします。これでゲームオーバーになる条件は整いました。あと、ジャイロセンサーのリセットを、プレイヤーが好きな時に実施できるような仕組みを入れておきます。遊んでいるとわかるのですが、しばらく遊び続けると、ジョイコンをまっすぐにしているつもりでも、少しどちらかに曲がっていったりするようになります。これは、ハードウェアの性質上、
しょうがないことで、こうなった時のために、プレイヤーがいつでもジャイロセンサーをリセットできるようにしておきます。プレイヤーが右ジョイコンの右ボタン、すなわち A ボタンを押すと、その時のジョイコンの角度がまっすぐ向けていると認識するようにします。まず、ボタンを押したことを判定するのはボタン命令です。これに、コントローラーの番号と、どのボタンを押したのかを指定すると、ボタンが離されていたら0、押されたら1が戻ってくるようになります。よって、この戻り値が1なら、ジャイロのリセット命令、ジャイロシンク命令を呼べばいいのです。引数の2つ目は、調べたいボタンを指定しますが、フル、2本持ちの操作スタイルの A ボタンは、定数 BR ライトであると書かれています。また、3つ目は機能 ID で、これは離されている状態から押された状態に切り替わった瞬間だけ取得すればいいので、3を指定します。ではこれも実装します。if 文でボタン命令を書き、コントローラーの番号は0、ボタン ID は定数 BR ライト、機能 ID は3を指定します。これが1を返した場合は、ボタンが押されたので、ジャイロシンク命令を実行します。引数は、プログラムの最初で実行した時と同じ1です。では F5 キーで実行してみましょう。画面の右や左にはみ出たとき、モニターのサイズからすると、まだ、ちょっと横に進めたような気がします。これは、表示可能領域も、表示不可領域も黒だから区別がつかないためです。背景を緑色にして、走行可能領域を明確にしましょう。背景に色をつけるのは、バックカラーです。今回は、C グリーンを指定して緑色にします。F4 キーでエディットモードにして、プログラムの先頭部分に記述します。ACLS の後に記述し、色は定数の C グリーンです。ようやく完成です。おめでとうございます。F5 キーで遊んでみましょう。何点取れるでしょうか？ジョイコンのジャイロがおかしいと思ったら、すく向けて A ボタンですよ。実は、プログラムを早く理解するコツは、とにかく改造することです。車のスプライトをバイクに変えてみるとかから、お助けアイテムを取ると長さが短くなるとか、障害物が出現するようになるとか、回数を制限して飛び越えることができるだとか、いろいろな改造方法があります。もしよかったら、どんどん改造して、自分好みの作品にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。長編の開発動画もありますし、このような1話完結編の開発動画も作っていきます。もし気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をしていただきますよう、お願いします。